はじめまして。そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。私は20代前半の時にロンドンに行き、初めて海外生活をしました。今日のエピソードでは、ロンドンで出会った友達に言われて、初めて気づいた私の日本人らしい癖についてお話ししていきたいと思います。それでは、エピソードに入っていきましょう。まず、私がロンドンで出会った友達に言われて気づいたのは、日本人は相槌をたくさんする文化があるということです。日本で育った私の価値観では、相槌をすることは相手の話を丁寧によく聞いているというアピールでした。しかし、ロンドンでは、私が話している時に、あまり相槌をされず、目を見て黙って聞いている人が多かったです。そして、表情も、笑顔の人もいましたが、真剣な表情で聞いている人も多かったと思います。正直最初は、私の話に興味がないのかな、つまらないのかな、という寂しさと、私の英語がうまくなくて伝わってないのかなという不安を感じていました。しかしある日、仲良くなった友達に、あなたは相槌をたくさんするよね、と言われました。それは私がずっと気になっていたことだったので、イギリスの人はあまり相槌をしないの？私は変？と聞きました。そして友達は正直少しせかされているように感じるかも、と教えてくれました。そして家に帰ってから調べてみると、同じように考える人は多く、丁寧どころか適当に聞いているように感じられると言ってる人もいました。それは私にとって大きなカルチャーショックで、日本ではいいと思われることが、他の国では失礼に感じられることもあるのだと知って、難しいなぁと思いました。それからは相槌をしすぎないように気をつけていましたが、それでも集中していると相槌をたくさんしてしまう時もありました。そしてもう一つ、イベントで何人かと話している時に、私がある人の意見に、そうだよね、私も同じこと思ってた、と言うと、他の人から、うんうん、それであなたはどう思う？と聞かれました。私は同じことを思ってたと言ったことで、十分自分の意見を言ったつもりだったので、少し困惑しました。するとみんなが、大丈夫だよ、後でまた教えて、と言ってくれたのですが、少し気を使ってくれたような感じでした。そしてみんなその話題について自分のエピソードを話したり、さらに意見を言ったりしていて、その人の質問の意味が分かったような気がしました。誰かの言ったことに対する反対の意見を言う人も多かったのですが、みんなそれを楽しんでるように見えました。私は話している人に共感したり、その話を広げることが会話で大切なことだと思っていたので、その日はあまり話に入ることができませんでした。もちろん日本でも仲のいい友達には反対の意見を言ったりすることもありますが、初対面の人たちに言うことはあまり多くないと思います。しかし、いろいろな文化や
考え方を持つ人々が集まるロンドンだからこそ、意見を交換し合うのはとても面白いことだと気づきました。それは私がオンラインの日本語教師を始めたきっかけの一つになったので、ロンドンで生活したことは本当にいい経験になりました。私がロンドンで生活して気づいたのは、日本人はいい人間関係を続けるために、相手の意見に共感したり、否定しないことを大切にしているということです。でも、他の国や文化では、いい人間関係を続けるために、はっきりと自分の意見を言うこともあるんだと知りました。それ以外でも、ロンドンで感じた文化の違いはたくさんありました。そして、その違いを知ることで世界が広がり、自分はどんな価値観を大切にしたいのかを考えるようになりました。はい、今回はロンドンで驚かれた私の日本人らしい癖についてお話ししました。皆さんの国ではどんな話し方がいいと考えられていますか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。